これはね、ポケモンボールなんだよ。こうやって持ち上げて、この紐を引っ掛けてから、ボタンを引っ張ると、ほらほら、ピカチュウが飛び出したでしょ？そう、これ、くす玉と同じなんだよね。これはね、スーパーのレジ袋。手で持つところを20センチ切り取るよ。2枚重なったところを使うんだ。この2枚の間にクリップを5個入れて重りにするんだ。くす玉だからね、おめでとうって書いたよ。納豆の入れ物を2つ合わせて角を丸くするよ。垂れ幕は入れ物の外側に貼り付けるよ。そうすると、ほら、もう一つの入れ物との真ん中に挟まるからね。さっきの垂れ幕を貼ったところで、2つの入れ物をテープで留めるよ。糸を12センチで切って、糸の両端を入れ物の肩のところにテープで留めるよ。この糸の真ん中をつまめば入れ物は開くっていうこと。こうやって垂れ幕を巻いて入れれば大体終わり。こういうキラキラしたやつを入れ物にくっつけるとかっこいいよね。でも結構めんどくさいよ。これ納豆の蓋で作ったストッパー。それと100円ショップのバナナスタンド。こうやってくす玉を吊るせば完成です。では、くす玉を割ります。お誕生日おめでとうっていう感じ。これはキラキラがないやつ。これなら簡単でしょ？ポケモンボールも納豆の入れ物の使い方は同じだよ。ボタンは蓋をまん丸に切りたいから、ペットボトルのキャップに貼り付けて切ったよ。納豆の蓋の内側に飛び出してるところを使ってストッパーにしたんだ。これをさっきのボタンに両面テープで留めるよ。ポケモンボールは赤と黒と白だから、納豆の入れ物は赤と黒のアクリル絵の具で OK なんだよな。でも黒は細かく塗るから気をつけてね。これこれ、インクがはみ出ちゃうよね。もし白いところが汚れたら乾いてからカッターで削ると白くなるよ。これは縦19センチ、横8センチの黄色い画用紙にピカチュウの下絵を描きました。納豆の入れ物にはピカチュウを3つに折りたたんで入れるんだ。首のところと尻尾のところで畳むんだよ。色紙で準備しておいた目と口とほっぺを糊で貼っていくよ。顎の丸みはカッターの切り込みで作るよ。背中と尻尾と耳はピカチュウらしいところだね。
では、最後の仕上げです。ピカチュウをモンスターボールに閉じ込めましょう。これはモンスターボールが開くための重り。クリップを3個使うよ。15センチの糸を2本、ピカチュウの尻尾と頭にテープで留めるよ。尻尾の糸を貼る場所は白い入れ物の内側の底だよ。頭の糸は赤い入れ物で尻尾の糸と同じところに貼るんだよ。赤と白をセロハンテープでつなぐよ。さあ、ここからはくす玉の時と一緒だよ。12センチの糸で2つの入れ物をつないだらもう一息だ。ピカチュウの尻尾を畳んでから次に頭を畳んで白の入れ物に入れるよ。さっき作ったボタンで入れ物が開かないようにしたらバナナスタンドに吊り下げてみるよ。